皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストを応援したいと思ってくださる方がいたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。また日本語のオンラインのクラスもやっています。会話中心のレッスンになるんですが、日本語の話す練習がしたい、話す自信をつけたいと思う方がいたら、そちらもぜひチェックしてみてください。もうね、本当に日本は暑いかと思うんですけど、日本に住んでいる方はもうなんとかね、この季節を乗り越えるしかないんですけど、皆さん元気にしていますか？ということで今回はですね、夜のいい習慣と夜の悪い習慣について話していこうと思います。以前にね、朝にやるといい習慣、悪い習慣っていうエピソードを投稿したので、そっちをまだ見てない、まだ聞いてないっていう方はね、そっちも聞いてみてほしいです。で、朝いい習慣があったとしても、夜ただダラダラしてもうずっとお菓子ばっかり食べて、毎日寝る時間も違って、毎日夜更かししてみたいな感じだと、やっぱり生活リズム整わないし、なかなか朝だけではいい習慣っていうのはね、続かないかと思います。で、朝のいい習慣を続けるためにはやっぱり夜もね、いい習慣っていうのが必要になります。なので今回は夜のいい習慣、そしてこういうのやってたら、少し減らした方がいいよねっていうことを紹介していこうと思います。でもちろん私も完璧にできてるよっていうわけではないので、これはね、自分にも言い聞かせながらやっていこうかなと思います。そして今、仕事が終わって学校が終わって家に帰る途中だよっていう方はね、ぜひこのエピソードを聞いて今日から始めてみてほしいです。で、皆さんもね、夜にやっている次の日を快適に過ごす習慣だったり、または今日の疲れを次の日に持ち越さないためにやってる習慣ってあると思います。そういうのがあったらね、ぜひコメント欄で書いて教えてくれたらなって思います。では早速ですが、夜のいい習慣、悪い習慣について話していこうと思います。ではまずは夜の悪い習慣から見ていこうかなと思います。やっぱり悪いのってもう当たり前だよねっていう、誰もが分かってること、分かりきってることっていうのがたくさんあると思うので、まずは悪いこと、こういうのちょっとでも減らしたらいいよねっていうことを先に言っていこうかなと思います。で、まず皆さん夜にやらない方がいいよなっていうの、何が思いつきますか？何が頭に浮かんできますか？で、やっぱりまず初めにあるのはスマホですよね。スマホってブルーライトが出ていて、それをずっと見ていると夜目が冴えて寝れなくなります。目が冴えるっていうのは目がピカって開いて、眠い状態から遠ざかっていく、真逆の方に行く、目が冴えるっていうんですけど、そういう状態になってしまうので、やっぱり夜ね、スマホは避けた方がいいですよね。で、ソーシャルメディア、TikTok とかインスタ、YouTube、SNS を見てしまうと、夜寝れなくなります。その理由はドーパミンがたくさん出て、頭が休もうとしなくなって、で、ドーパミンが出続けるので、もっと欲しくなって、ショート動画とか見続けてしまいますよね。自分の意思でやめられる人ってなかなかいないかと思います。私も一度開くともうずっと永遠にこうやってやってしまうので、もう開かないっていうのが一番なんですけど、仕事が終わって疲れたらどうしてもこうやってスクロールしてしまいがちだと思います。で、それは本当にもうできるだけ時間を少なくした方がいいなって思います。で、例えばもうスマホのね、ロックをかけるとかですよね。そのアプリは夜の9時以降、10時以降、11時以降はもう絶対に開けないようにスマホのアプリにロックをかける。で、そのロックのパスワードは例えば家族とか友達しか知らないみたいな状態になると、もう開けられないですよね。で、そんな感じでもう自分でコントロールしていく必要があるかなと思います。あとこれがね、役に立った聞いたっていうのは、もうスマホをもう玄関で充電しておくとか、スマホを寝室には持ち込まない、絶対にリビングで充電して、夜寝る時ベッドの横には置かない。で、朝の目覚ましとかはまた別のものを使うっていうのがあります。で、これね、もう本当に
そうなんですよ。一度でいいのでやってみてほしいです。私もその毎日やってるわけじゃないんですけど、何度かね、スマホを別の部屋に置いて、ベッドの横には持ち込まずに寝たことがあります。じゃあね、もうめっちゃぐっすり寝れます。夜寝るのが遅かったとしても、朝起きた時にすごく脳がこうピカシャキみたいな感じで、脳がね、すごくクリアになって、なんか今日一日いい仕事ができそうだなって、そう思うぐらいぐっすり寝ることができます。なので、もう癖でずっと夜スマホを見てしまうっていう人は、もう一回ベッドから遠くにスマホを置いて寝てみてほしいです。で、目覚ましが必要っていう人はね、別の目覚ましの機械を買うか、または目覚ましが必要ない土日とか仕事、学校がない日に一度それをやってみてほしいです。もう本当にただスマホをちょっと遠くに置くだけで気分が違うんですよね。朝起きた時の気分が違うし、ぐっすり寝られます。なのでこれ皆さんぜひね、一度やってみてほしいです。悪い習慣ってことでスマホをずっと使い続ける、夜スマホを使い続けるのは良くないってことですね。2つ目、悪い習慣は寝る前にたくさん食べることです。で、寝る前にね、やっぱり夜のお菓子とかちょっとつまんでしまいがちかもしれないんですけど、それはやっぱり体にとって良くないんですね。で、その良くない理由は、食べ物を食べると胃が働き出しますよね。胃腸が消化をしようとして、こう食べ物をたくさん砕いて、こう栄養をね、体に取り込もうとして、体が働き始めます。で、そうすると、夜寝ようとしてるんだけど、体はずっと働いてる状態なので、ゆっくり休むことができないんですね。なので、夜、寝る3時間ぐらい前にはもう食事を終えて、その後お菓子もつまみ食いも一切なしで過ごすっていうのが大事です。これはね、友達とご飯に行くとか家族で、こうなんかバースデーの誕生日のディナーがあって、それでたくさん食べて、ケーキも遅い時間に食べてっていう時もあるかと思います。あとは旅行とか、そういう時も仕方がないんですけど、普段学校、仕事とかコントロールできる普通の日常の日は、やっぱり朝遅くに食べない方がいいみたいです。で、これはね、本当にその通りだなって思うんですけど、私基本的には毎日夜ご飯を7時とか8時に食べているので、寝る前ギリギリではないんですね。でもやっぱり外に食べに行ったりとか、こう友達とご飯食べに行くと夜遅くまで食べたり、ちょっとお酒を飲んだりして、次の日ってやっぱり体がすっごく重たいんですね。で、お酒を飲んだ二日酔いっていうこともあるかもしれないですけど、お酒を飲まない日でも夜遅くにたくさん食べた日って次の日めっちゃ体がしんどいです。なんか体が休まりきってないみたいな、疲れが取れていない状態があります。で、なんかたまにね、昼ご飯をすごくたくさん食べて、しかも遅い時間に食べたので、もう夜ご飯なしでいっかっていうことでスキップする時があります。で、そういう時って次の日めっちゃ体がすっきりしてるんですよ。なぜかっていうと、夜に食べ物が入ってきてないので、体がもうちゃんと休むことができて、次の日ね、すごくすっきりして起きられるっていうのがあります。私はね、これすごく感じます。自分の体ですごく感じるので、夜遅くこう何もない日、友達と出かける、家族と出かける、旅行など何もない日は、それ以外の何もない日はできるだけ夜ご飯は早く食べるようにしています。なので夜遅い時間に食べ過ぎるっていうのは皆さんもね、気をつけてもらえたらなって思います。これを変えるだけで、または夜ご飯を少し少なくするだけでもう本当に次の日全然体調が違うので、私個人的には皆さんもね、夜たくさん食べるっていう人は時間を早くするか少し量を減らすかっていうのをやってみてほしいです。で、夜ご飯に続いてなんですけど、悪い習慣は夜寝る前にカフェインをたくさん飲むことです。エナジードリンクもそうだし、コーヒーとか、緑茶とかもそうですね。そういうのを夜にたくさん飲むのは控えた方がいいです。で、ここで私1個質問っていうか、本当に疑問なんですけど、ヨーロッパって夜ご飯を食べた後にエスプレッソを飲む文化ないですか？私が行った国はね、みんなそういう国というか、そうしている人たちが多くて、この人たちは寝る気ないのかなみたいな、夜寝なくていいのかな、それともカフェインの影響を全く受けない体質なのかなってすごく疑問に思ったことがあります。
夜カフェインをね、たくさん飲んだり、エナジードリンクを飲んだりすると、やっぱり夜寝れなくなったり、次の日何か体調が悪いわけではないですけど、ゆっくりぐっすり眠れなかったなっていう感覚になります。で、そんな時にそのヨーロッパに行って、夜ね、エスプレッソを頼んでる人を見ると、みたいなそのすっごく大切に恵まれているのか、ただただコーヒーの味が欲しくて飲んでいるのか、またはディカフェ、カフェインがほとんどないやつを飲んでいるのか、ちょっとわからないですけど、ヨーロッパ、夜にね、コーヒーを飲む習慣がある人がいれば、ぜひ教えてください。睡眠に影響はしてないですか？何も関係ないですか？もしそうならもうすごくラッキーな体質なのかなって思います。この3つですね、夜遅くまでスマホを触っていること、あとは夜遅くに食べ過ぎること、そして夜にカフェインを摂ること、これは避けた方がいい習慣になります。無意識にそうなっている人もいると思うので、できるだけね、気をつけてもらえたら、次の日の朝、疲れが全部取れて本当にすっきり起きることができるので、いつも夜カフェイン取って、で、遅くにご飯を食べている、そして寝る前にスマホを触ってるって人はね、もうぜひ一度気をつけてみてください。ちょっと改善するだけでもだいぶ変わるかもしれないです。では次はいい習慣ですね。夜やった方がいいよ、こういうのおすすめだよっていうのを話していこうと思います。まず一つ目は、夜寝る前の1時間から2時間前にお湯に浸かることです。お風呂に浸かること、これがいいとされてるみたいです。で、バスタブがない人もね、たくさんいると思います。そうなったらちょっと大変かもしれないんですけど、夜寝る前にシャワーを浴びるっていうのがすごくいいみたいです。で、皆さんどうですか？夜寝る前、仕事が終わって学校終わって帰ってきてシャワーを浴びますか？それとも朝にシャワーを浴びますか？で、これはね、2つに分かれると思います。シャワー夜派の人と朝派の人といって、2つに分かれると思うんですけど、で、どっちもメリットがあると思います。朝に浴びると目がシャキッとして、すごくすっきり起きられるっていうのもあるんですけど、夜シャワーを浴びるとぐっすり寝られるそうです。で、私はね、絶対に夜にシャワーを浴びます。もう本当に本当に疲れ切って、もう何もできない、今もう夜中3時だ、朝の3時だっていう時以外は、基本的にはシャワーを浴びます。夜中ね、1時とかに帰ってきたとしても、シャワーはね、基本浴びてから寝るようにしています。で、夜シャワーを浴びるメリットですね。寝る前の1時間から2時間前にシャワーを浴びる、お風呂に浸かるメリットなんですけど、シャワーを浴びることによって体の体温が上がります。体温が上がった後、自動的に体温って下がっていくんですね。こう熱を出そうとして体温が下がっていきます。で、この下がることによって温度差が生じますよね。さっき温度が高かった、そして今は温度が低いっていう温度差が生じます。で、この温度差があることによって体ってどんどん眠くなってくるみたいです。そのシャワーを浴びることによって体温を一時的に上げて、そして徐々に下がっていく。この下がっていく過程で自然と体は眠たくなるみたいなので、あまり寝れないな、夜寝れないなって人はシャワーを浴びるっていうのを一つ取り入れてみると何か変わることがあるかもしれないです。では次ですね、2つ目夜やるといいことは明日の準備をすることです。で、これはね、当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、夜にやることによって朝準備を減らせますよね。例えば明日何を着ていくか決めとくとか、もう朝ごはんの準備を少ししておくとか、もう明日持っていかないといけないものがあるなら全部準備してもう全部カバンに入れておいて、朝は起きて用意したらすぐ家から出られるような状態にしておくっていうのが一番いいみたいです。で、その理由は朝ね、まず時間がない時に焦ってしまうっていうのが良くないですよね。一日のスタートを焦りから始めるのって良くないと思うので、夜に準備することによって朝の時間を有効活用できますよね。で、そしてこう朝起きた時一番脳ってエネルギーがあって、その後どん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 下がっていくんですよね。どんどん脳部鈍くなっている判断能力が下がっていく。んですけど、そのエネルギーを仕事とか勉強とか、そういう大事な場面に置いておくように、朝はこういろんな決断をしないようにした方がいいんですね。なので、朝起きた時に
今日の服何しよっかな、今日はピンク色の服にしよっかな、やっぱり黒かなとか、朝にいろいろ迷うと、仕事でのパフォーマンスが下がったり、学校でね、なんかあまり勉強が頭に入ってこなかったりっていうこともあるかもしれないです。なので、朝しないといけない準備っていうのはもう前日の夜に全部しておく。服を決めるとか、カバンとか用意しておくとか、そんな感じで、夜できることは全部夜にするっていうのが大事みたいです。では3つ目ですね。3つ目は、明日やることを書き出したり、今日あったポジティブなことを書き出したり、ジャーナリングもおすすめです。で、これも前にどこかのエピソードで話したことがあると思うんですけど、夜ね、寝れない人は特にやってみてほしいです。寝れないってことは頭でいろいろ考えてしまっている可能性があるんですね。で、頭でいろいろ考えたら脳が冴えて眠れないってことがあるかと思います。で、そんな時は一度自分の頭から外に出すっていうのが重要です。で、それはどうやったらいいのって思うと思うんですけど、ジャーナリングですね。こう紙にペンで直接書くっていうのがすごく脳がね、すっきりするので、その後眠ることができます。なので、いっつも寝る前、頭モヤモヤしてるな、いろんなこと考えてしまうなっていう方がいたら、ぜひね、ジャーナリングをしてみてほしいです。で、いろいろ自分の書きたいことがあれば、それを書いてもいいと思うんですけど、もしなかったら、明日やること、明日はこれをして、これをしてっていうトゥードゥーリストみたいなのを書き出してもいいし、普通にね、ジャーナリングをしてもいいし、今日あった楽しかったこと、嬉しかったことみたいな、そういうポジティブな感情を書き出すっていうのもいいみたいです。で、あと最後にやるといいことは、毎日同じ時間に寝ることです。で、やっぱり土日とか仕事がない日、学校がない日って夜更かししがちじゃないですか。私もね、そういう時はあります。明日仕事もないし予定もないから今日は夜中までドラマを見ちゃおう、夜中までアニメ見ちゃおうとか、スマホをとりあえずいろいろいじってしまおうみたいな日もあるかと思います。でもやっぱり次の日休みだからといって夜遅くまで起きて、でまた平日学校とか仕事がある時は早く起きてって、いろいろね、寝る時間が違うと体がね慣れないんですよね。体内リズムっていうのが整わないです。なので寝るリズムが整わないから寝れないっていうのがあるみたいです。だけど毎日同じ時間に寝て、毎日同じ時間に起きると、体もね、自然とそのリズムに沿って行動できるようになるので、夜11時とか12時になったらもう体が自然と眠たくなるので、睡眠時間も確保できるし、朝もね、毎日決まった時間に起きることができて、遅刻もしないっていうのがあるみたいです。なので、まあね、旅行とか特にあると難しいんですけど、できるだけ毎日同じ時間に寝て、毎日同じ時間に起きるっていうのを続けてみてほしいです。そして休みの日でも1時間ぐらいの間に収めるのが一番いいみたいです。例えば平日は毎日11時に寝るけど、仕事がない時は12時でも OK。でも夜中の1時とか2時までなると体内時計が崩れてしまうので、誤差1時間以内に収めるっていうのがいいみたいです。で、この3つが夜やった方がいいことですね。まず一つは寝る前にお風呂に入る。そしてジャーナリングをする。ジャーナリングをして脳を空っぽにしてすっきりして、夜ね、ごちゃごちゃ考えてしまうっていうのを防ぐ。で、最後3つ目が毎日寝る時間を揃えるっていうのがあります。いろいろやった方がいいこと、やらない方がいいことを話してみたので、一つでも取り入れられるものがあったら、ぜひ皆さんも明日からやってみてください。今回は夜にやるといい習慣悪い習慣っていうので話してみました。ほとんどね聞いたことがあるものだと思います。当たり前じゃんって思うこともあったと思うんですけど、皆さんね、確かにそこ意識した方がいいよなって思うことがあれば、ぜひ取り入れていってみてほしいです。でそれ以外にも、合う合わないもあると思います。これはあったけどこれは別に何の効果もないっていう人もねいるかと思います。なのでそういう人はいろんな方法を試してみてほしいし、いろんな方法があると思うので、もしね私は夜これをやっていて、またはやらないですごく生活リズム整ったよ、いい習慣できたよっていう方がいたら、それをねぜひコメント欄でシェアしてみてください。
人によって朝早く起きないといけない人とか、逆に夜働いてる人とか、もういろんな生活リズムはあると思うんですけど、自分に合ったものを取り入れて、ちょっとでもね、朝起きた時に眠っただるみたいな瞬間が減ればなと思います。ちょっとでもそういう気分が少なくなればなと思います。自分の取り入れられる方法、ちょっとずつでいいので、いい習慣取り入れてみてください。では今回はここまでになります。今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。